5月になると急にやる気が出なくなったり、疲れやすくなったり、心がしんどくなってしまう日本人がたくさんいるのですが、皆さんは知っていますか？シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストでは日常的なことや日本の文化について今日もゆっくりとお話ししていきます。ぜひリラックスしながら最後まで聞いてもらえるととっても嬉しいです。今日もよろしくお願いします。ということで今日は最初にもお話ししたように5月になると疲れやすくなったり、やる気が出なくなったり、心が少ししんどくなってしまう日本人が多いのですが、皆さん知っていますか？日本では毎年5月になるとこういう風に疲れてしまったり、少しやる気が出なくなってしまう人がいるのですが、こういう状態のことを5月病というふうに言います。こういう状態のことに名前がついてあるのですが、皆さんの国ではありますか？5月病。例えば5月じゃなくても他の時期にでもこうやって急に疲れやすくなったり、やる気が出なくなったり、心が少ししんどくなってしまうような状態に名前がありますか？そして日本人はなんで5月になると急に5月病というものになってしまうのかということを少し説明していきたいと思います。なんで5月かというのはすっごく大きな理由が一つあります。それは日本では4月に新生活が始まるということです。以前に春についてのポッドキャストで少しお話ししたのですが、日本は4月に新学期といって新しい学期、例えば1年生が2年生になったりだとか、社会人、就職をするときも4月から就職する方が本当に多いです。なので4月は新生活といって新しい環境で、全然慣れない環境で頑張ってみるという方が多いのですが、4月は環境も変わって、よしこれから頑張るぞというふうに思っている方たくさんいます。勉強だったりお仕事だったり人間関係だったり、例えば実家からお母さんお父さんと一緒に住んでいたお家から一人で住むようになって一人暮らしを始めたりなど、新しい環境はたくさんあると思うんですね。そういった環境で1ヶ月慣れない環境で頑張ってみたけど、5月になって1ヶ月間ずっと頑張り続けてきたものが少し限界を迎えると言ったら分かりやすいかなと思うのですが、ちょっと疲れてきたり、やる気が出なくなってきたり、心がしんどくなってきたり、そういう人が5月に多くなると言われています。そして4月の最後から5月の初めにかけて日本ではゴールデンウィークといって大きな連休が毎年あります。毎年カレンダーは少し変わってくるので、その年によっても何日連休があるのか変わってくるのですが、基本的にこのゴールデンウィークというものがあって、3日から5日、長ければ1週間ぐらいお休みがあります。なので4月から一生懸命頑張ってきたけど、その少し長い連休を挟んで5月からまたスイッチを入れて頑張らないといけない状況なのですが、なかなかやる気が出なかったり、
少し疲れてきたり、ストレスが溜まってしまったりという方が多いです。例えば学校などでは新学期が始まるとクラスが変わってまた新しい環境で友達を作らなきゃいけないだったりだとか、一つ上の学年になってまた勉強が難しくなったから勉強を頑張らなきゃいけないだとか、今年は受験生だから受験勉強を頑張らなきゃいけないだとか、たくさんの理由で今年1年頑張るぞというふうに少し頑張りすぎてしまう人が多いかなと思います。学生だけではなくて社会人でも新しいお仕事を始めたら新しい仕事を覚えなきゃいけない。覚えるだけじゃなくてもうずっと前から働いている人と同じようにできなければならないだとか、仕事をしていく中で人間関係はとっても大切なことだと思うので、人間関係を良くしていくためにもいろんな人に話しかけてみたりだとか、まだあまり親しくない人とお話しするのってとっても疲れることだと思うんですね。それを1ヶ月毎日続けてきてて、少しゴールデンウィークという長期のお休みが入って5月からまた頑張らないといけないのになかなか頑張れないという方が多いんじゃないかなと思います。特に頑張ることや我慢すること、これとっても必要だなというふうに考えて無理してしまう方が多いんじゃないかなというふうに思います。日本では少し昔はこうやって頑張ったり我慢すること、努力をすること、とっても大事だなというふうに言われてきていたのですが、最近はしっかりと休むことも大切というふうに言われるようになってきました。例えばしっかり休息を取ること、しっかり寝ること、食べること、好きなことをすること、無理をしすぎないこと、こういったこともとっても大切だというふうに言われるようになってきました。人間関係についてお話ししてきましたが、例えばクラスの学校の友達だったりとか職場の同期、先輩を大切にすることもとっても大切ですが、自分自身を大切にすることもとても必要なことだなというふうに思います。日本では特に5月病という名前をつけて、こうやって5月には疲れている人がたくさんいるんだよというふうに名前があるのですが、これは5月に限らず頑張りすぎてしまう人や無理をしすぎてしまう人、みんなに言えることなんじゃないかなと思うのですが、頑張ることとってもかっこよくてすごいなと思うのですが、無理をしすぎずにゆっくりと休むことも頑張るために必要なことなのではないかなと思います。皆さんも今日本語勉強を一生懸命しようというふうに考えている方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、私も語学勉強をしている一人として頑張ること本当にかっこいいなと思うし尊敬します。でも頑張り続けるためには休むということもとっても大事だなと思うので、最近少し疲れてきたなとかやる気が出ないなという方は頑張りすぎている可能性もあるので、少し休んでみることも考えてみてほしいなと思います。はい、ということで今日は5月病についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？日本では4月に新学期や新生活が始まることがあるということをお話ししましたが、他の国では秋に新学期が始まる国もあるというふうに聞きました。皆さんの国ではどうですか？
今日は疲れやすくなってしまったりだとか、やる気が出ないとか、心がしんどくなってしまうというふうなお話をしたのですが、このポッドキャストを聞いた後は、皆さんも少し休む時間作ってもらえたら嬉しいなと思います。今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。このポッドキャストでは次回以降もゆっくりと自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。チャンネルの概要欄から Spotify も聞けるようになりましたので、ぜひそちらも聞いてもらえたらなと思います。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。